皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国においてユン大統領が罷免失職しました。これに伴って、韓国においてまた反日政権が誕生する可能性が出てきています。今回はユン大統領の罷免失職について解説しておきましょう。韓国では与党であろうとも野党であろうとも基本的な共通認識があります。それは彼らにとって反日姿勢を持つことは何か特別なことではなく、政治的なスタンスに関わらず共通の言語となっています。ただし、どのくらいの頻度、どのくらいの悪質性を持って行動するかは、その時の状況によります。大統領の姿勢や、韓国を取り巻く経済や政治状況などによって動きが変わります。ここ最近で最も状況が悪かったのが、一つ前の大統領であるムン・ジェイン大統領の時代で、直接的に日本との関係上における何か反日的な言動などが繰り返されるだけではなく、ヨーロッパに大統領が行った時に、わざわざ日本の悪口言うみたいな形で、告げ口外交と言われるようなものも展開していました。そしてムン・ジェイン大統領の次に大統領となったユン・ソクヨル氏は、ムン・ジェイン大統領の強烈な反日政策とは打って変わって、控えめな反日政策へと切り替えました。韓国国内における反日教育は継続するものの、わざわざ告げ口外交などで無関係な国に行って日本の悪口を言うといったことなどは行いませんでした。また、ムン・ジェイン時代においては、科学的根拠のない日本批判なども繰り返してはいましたが、ユン大統領の時代になったら科学者の意見に従って、例えば福島原発の処理水放出などについて IAEA など国際機関の監視のもとに行われている行動であれば問題ないとしていました。こうした強烈な反日姿勢といったものが幾分抑えられるだけでも日韓関係は改善したかのように見える、かなりの状況の変化を生み出したわけです。そうしたこともあってこのチャンネルにおいても韓国の話題についてほとんど取り上げないといったことが続いていました。実際、強烈な反日政策を打ち出さなければわざわざ韓国についてそれほどとやかく言う必要はないからです。しかし、その状況も変わろうとしています。ユン大統領は韓国国会内における野党議員たちの行動に問題があるとして非常戒厳令を発令しました。野党議員たちは特に北朝鮮との関係が深く、それに伴って北の意向に従った政治を韓国において行おうとしている。実際、共に民主党はユン大統領の与党側の意見に対してことごとくこれに反対し、韓国国会を牛耳っているとして激しく対立しました。また、共に民主党が議席を伸ばすこととなった選挙においても、選挙に不正があったものの、それが明るみに出なかったといった問題を指摘しました。ただし、この点については結局、証拠を提示することはできませんでした。このような状況をより国民に広く知らせるために、軍と警察を動員し、国会を封鎖しようとしました。そして、軍を投入した国会の封鎖については、結局のところ、与党、野党、どちらの議員からも批判を受け、また国民からの支持も集めることができず、非常戒厳は失敗。ユン大統領は、不当な非常戒厳令を出したとして、弾劾裁判にかけられることとなったのです。そして韓国の憲法裁判所は、これが不当な行為であるとして、大統領の罷免失職が決定したのです。韓国国内における世論調査によると、弾劾裁判において、罷免が決定することに賛同する人の意見が過半数でした。しかし、インターネット上における言論空間においては、ユン大統領の言うように北朝鮮の影響がかなり韓国国内に侵食しているのではないかとして、ユン大統領を強く支持する人たちもいました。そのため、必ずしも今回の憲法裁判所における判決をみんながみんな賛同しているわけではありません。憲法裁判所も指摘していましたが、北朝鮮や外国勢力からの影響が韓国国内の政治に強く影響をもたらしているというのであれば、それは大統領やもしくは政府の力を持って警察権力などの捜査によってこれをよく摘発捜査することが重要であり、軍を用いて非常戒厳令を発するというのはあまりにも手段として間違っているというのが正論だと言えるでしょう。何にしてもユン大統領の罷免失職が決定したことにより、韓国においては次の大統領を決めるための選挙が60日以内に行われることが決定しました。さあ、そこでまた問題です。現在のところ、大統領選の有力候補者の面々を見ると、一人だけ抜きん出て有力者だと言われているのが、共に民主党のイ・ジェミョン氏です。
韓国の世論調査会社ギャロップによると、次の大統領にふさわしいのは誰かといったアンケートにおいて、複数人候補者の中でイ・ジェミョン氏が34%、その他の候補者については 10% に届かないといったこともあって、明らかにイ・ジェミョン氏が一歩リードしている状況です。イ・ジェミョン氏はそれこそムン・ジェイン政権の時代からもそうですが、基本的には反日性が非常に強く出る政治家です。それこそ日本の東日本大震災以降におけるデマがたくさん流れましたが、そのデマを元にした政治的な批判を繰り返す面々の中にこのイ・ジェミョン氏もいました。福島原発の処理水放出に関しても全く科学的根拠のない主張で世界全体の海がひどく汚染されるなどといった話をしました。そのため過去の言動からするとまたムン・ジェイン政権時代みたいな感じで執拗に反日発言を繰り返すような大統領になる可能性もあります。ただし専門家の中にはそうした面もあるが、イ・ジェミョン氏はいわゆるポピュリストであり、状況によって反日にも親日にもいつでも変われるような人物であると評しています。例えばこれから韓国における経済状態としては、トランプ政権の掲げる関税政策も大きく影響するだろうと言われています。日本に対してもトランプ大統領は強い関税をかけていますが、韓国に対しても同様です。例えば自動車業界においては、日本のトヨタはアメリカに工場をいくつも持ち、現地生産も盛んです。しかし、韓国の自動車業界においては、そうした現地生産の割合がかなり低く、関税によるダメージが最大化されてしまうことが懸念されています。こうした苦しい状況に陥った場合においては、外に敵を求めるために反日政策を強く打ち出すかもしれませんし、逆に日本との協力関係を求めて下手に出るといった形で親日的な発言を繰り返すようなこともあり得るというわけです。どっちになってとしてもおかしくないような変わり身の速さといったものがイ・ジェミョン氏の政治姿勢だと言われています。もちろん大統領選挙で誰が本当に当選するかはやってみなければわかりません。イ・ジェミョン氏はこれまで何度となく政治的な失敗も繰り返しており、裁判などにおいても大統領選に出られるか出られないかといったことを何度となく指摘されました。直近の裁判においては最初有罪だったものがその上級審において逆転無罪に変わったりと、今のところは選挙に出られるだろうとは言われています。しかし叩けば埃が出まくるような人物であることからも、この後大きなスキャンダルが発覚するといった可能性もあるだけに、下馬評だけでこの人物が大統領になるとは言い切れないものです。韓国においてユン大統領が罷免失職しました。それに伴って60日以内に大統領選が行われます。現在有力候補者はイ・ジェミョン氏。これまでの政治活動では反日の発言が繰り返されてきました。彼が大統領になった場合は、また日韓関係で騒がしくなるかもしれません。あなたは今回の動画でどのようなことを思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。